苦手を克服、完全攻略、グレバが楽しくなる爆速スタート術。突然ですが皆さんに質問です。皆さんが一番行きたくない苦手な惑星はどこですか？事前にアンケートしましたところ、堂々の第1位はやっぱりグレバ。7割の方が苦手です。腐るし、ペンタポットは強いし、多いやってなりますよね。そこで今回はファクトリオに4800時間を捧げた徳蔵が物流ロボとコクペをフル活用してグレバを完全攻略します。これを見ればあなたもグレバが好きになっちゃうかも。忘れないうちにチャンネル登録をお願いします。それでは本編スタートです。チャプター1、ロケットサイロを建設ロボで製造。ナウビスにて宇宙プラットフォームにロケットサイロ用の材料の積み込みが完了しました。プラットフォームをグレバへ向けて出発させます。ナウビスからの輸送を待つ間にグレバでロケットサイロの製造工場を構築します。まず物流ネットワークの範囲外に組み立て機のゴーストを設置し、レシピをロケットサイロに設定します。そしてカーゴ膠着パッドと同様の手順で必要な材料をゴーストで要求します。準備が完了しましたら設定済みの組み立て機を切り取って物流ネットワーク内に4台貼り付けます。すると建設ロボットが自動で材料を運搬します。次に出来上がったカーゴ膠着パッドを組み立て機ごと回収してカーゴ膠着パッドを設置したら鉛筆マークをクリックしてアイテムのリクエスト設定を行います。ナウビスから宇宙プラットフォームが到着するとリクエストした材料がカーゴ膠着パッドに投下されます。カーゴ膠着パッドから必要な材料が組み立て機に運ばれロケットサイロの生産が始まります。これから農業サイエンスパックの生産拠点を作りますが材料が不足する可能性があるためバイオ有剤の工場を拡張しておきました。チャプター2、農業サイエンスパックを無限製造。ロケットサイロの生産待ちの間に農業サイエンスパックの工場を建設します。まず既存の搬送ベルトを2本延長するように敷設します。次にバイオ用工場をシフトキーを押しながらコピーしパラメータを農業サイエンスパックに変更して貼り付けます。さらに農業サイエンスパックを搬出するインサーターとバッファーチェストを設置します。最後にコピーして H キーで左右反転させて貼り付けます。次は農業サイエンスパックの材料であるペンタポットの卵の培養工場を作ります。まずバイオチャンバーを設置しレシピをペンタポットの卵に設定します。腐敗物を廃棄する搬送ベルトもこのように設置します。インサーターをこのように設置します。また間にインサーターを設置し生産したペンタポットの卵を互いに渡し合うように供給させます。次にロングアームインサーターとバイオチャンバーを赤ケーブルでつなぎバイオチャンバーの設定を読み込むかつ制作中のものを含める2チェックを入れます。ロングアームインサーターの回路ネットワーク条件をペンタポットの卵大なりにと設定します。こうすることでバイオチャンバー内のペンタポットの卵が常に3個以上維持され材料としての卵が枯渇しません。最後にこのようにパイプラインを設置して水を供給します。最後はペンタポットの卵の材料となる栄養素を作ります。まず農業サイエンスパック工場をシフトキーを押しながらコピーします。そして不要なインサーターとチェストを右クリックで削除します。V キーで上下を入れ替えて貼り付けます。貼り付けたらレシピを栄養素バイオ有剤に設定します。次にバイオ有剤栄養素腐敗物を搬出する搬送ベルトを2本囲うようにぐるっと設置すれば完成です。近くのエッグラフトを破壊してペンタポットの卵を採取しバイオチャンバーに投入するとペンタポットの卵が培養され農業サイエンスパックの生産が始まります。大量の栄養素を使うので生産性モジュールを満載にしておきます。ペンタポットの卵の生産量が不足するので一つは生産速度モジュールに差し替えました。これだけだと毎分45個しか生産できないので
もう一組工場を増設しておきました。チャプター3、ロケットサイロを設置。ロケットサイロを設置して農業サイエンスパックとバイオユーザーをナウビスに運び出します。まずはナウビスに輸送するためのバイオユーザーを貯蔵するチェストを設置します。まず農業サイエンスパックと栄養素の生産拠点の間にこのようにバッファーチェストを設置します。次に高速インサーターを設置してバイオユーザーにフィルタ設定を行います。最後にインサーターと搬送ベルトをこのようにコピーして貼り付け、インサーターにバイオユーザー小なり1500と回路設定を行えば完成です。搬出側のインサーターには鮮度の低いものを優先と設定しておくと、チェストの中には常に新鮮なバイオユーザーが入っている状態になります。ちなみにペンタコットの卵は素材の変質が進んでいても新鮮な状態で生産されます。そのため鮮度の落ちたバイオユーザーで作られた栄養素で培養してもペンタコットの卵になると鮮度が 100% に復活します。次は最後の工程、ロケットサイロの設置です。まず完成したロケットサイロを組み立て機ごと回収します。次にロケットサイロをこのように設置します。生産性モジュール2を挿入して宇宙プラットフォームからの自動リクエストにチェックを入れます。最後に要求チェストとインサーターを設置してロケットサイロをシフトキーを押しながら右クリックでコピーし、要求チェストにシフトキーを押しながら左クリックで貼り付ければ完成です。ロケット部品の材料の要求量が少ないので要求チェストの物流リクエストの倍率を10倍にしておきました。チャプター4、農業サイエンスパックで捕獲法を研究。さあいよいよ農業サイエンスパックをナウビスへ輸送し捕獲法をアンロックします。まず宇宙プラットフォームに農業サイエンスパックに1000個、バイオユーザー500個を要求設定します。次にナウビスからロケット部品の材料として制御基板400個、軽量化素材400個を設定します。ちなみにグレバではロケット燃料を無限に生産できるためナウビスから輸送する必要はありません。ナウビスとグレバそれぞれのカーゴ膠着パッドにも鉛筆マークでリクエスト設定を行います。そして宇宙プラットフォームをグレバへ向けて出発させます。発射条件に全ての要求が満たされていると設定すると農業サイエンスパックとバイオユーザーの積み込みが完了次第宇宙プラットフォームが自動で出発します。グレバに宇宙プラットフォームが到着しましたら工場長も乗り込みナウビスへ向かいます。物流ロボットの充電渋滞が予想されるためロボステーションを追加設置します。宇宙プラットフォームがナウビスに到着するのを待つ間にテクノロジーツリーで捕獲法を選択します。捕獲法のアンロックを待つ間にロケットランチャーと捕獲ロボットロケットの組み立てモールを構築します。ナウビスに到着後工場長のインベントリで物流リクエストを設定し自動で取り寄せるようにしておくと便利です。後ほど使用するためバイオユーザーもリクエストします。チャプター5、バイターの巣を捕獲しバイオ研究所を生産。ロケットランチャーと捕獲ロボットロケットの製造が完了したらバイターの巣の捕獲へ向かいます。捕獲方法は簡単。バイターの巣に接近しロケットランチャーで捕獲ロボットロケットを発射します。しばらく待って捕獲が完了したら捕獲したバイターの巣にバイオユーザーを投入します。するとバイターの卵の生産が始まります。バイオユーザーが枯渇するとバイターの巣は野生の状態に戻ります。ちなみにバイターの巣は序盤で確保しておくと便利です。詳細はショート動画で解説していますのでぜひご覧ください。バイターの巣を捕獲するとバイオ研究所の研究が可能になるのですかさず研究予約のqueueに並べます。アンロックを待つ間にバイオ研究所のモールを設置します。設置が完了しましたらバイターの巣にあるバイターの卵を右クリックします。するとちょうど100個のバイターの卵が組み立て機に搬入されます。100個蓄積してから右クリックしないとバイターの卵がチェスト内に余って
大型バイターが孵化するため注意が必要です。バイターの卵100個で10個のバイオ研究所を生産できます。クリアするだけであればバイオ研究所は20個で十分なので、バイターの巣にあるバイターの卵をもう一度右クリックしておきます。チャプター6、ファクトリオ最強バイオ研究所の設置。ファクトリオ最強の施設バイオ研究所がアンロックされ、組み立てが始まりましたので、いよいよ設置します。まず既存の研究所を解体プランナーで全て解体します。次にバイオ研究所を設置し、生産性モジュール2を4つ挿入します。これだけでも生産効率は驚異の 250% です。1個のサイエンスパックで 2.5 個分の研究が進みます。次にこのバイオ研究所を3マス間隔で5台並べます。最後にその間に小型電柱とロングアームインサーターを2台設置し、コピペすれば5つのバイオ研究所がレイアウトできます。完成したバイオ研究所のレイアウトをコピーし、追加で3列貼り付ければ合計20台のバイオ研究所が配置できます。これだけでも研究速度は毎分70個に達します。1単位の研究に60秒を要する惑星ブルカヌスを発見。もう14分で完了します。またバイオ研究所の間に生産速度モジュール2を挿入したビーコンを設置すると、この小スペースで毎分230個の研究が進められ、惑星フルゴラを発見。約4分で研究できました。グレバではこの後赤色進出に必要なロケットタレットの材料となるカーボンファイバーの生産を行いますが、皆さんには少し退屈な動画となりそうなので、今回の解説では割愛します。もしカーボンファイバーの生産方法も解説してほしいという方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えてください。今日はここまで。今回の動画はいかがでしたでしょうか？なるほどとか面白いと思ったテクニックはいくつ見つけられましたでしょうか？動画制作の励みになりますので、ぜひコメント欄で教えてください。またファクトリオで遊んでみようかなとか、これ試してみようかななど、少しでも皆さんの気づきになることをご紹介できていればとても嬉しいです。この動画でお知らせできなかったテクニックはショート動画でもご紹介しています。もしよろしければ再生リストからご視聴ください。この動画が参考になりましたら嬉しいです。ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。